2024年6月28日、銀龍侍の斉藤です。沖縄県からですね、YouTube さんの動画を使って、農業技術を配信しているものです。毎週金曜日、夜の7時から、技術系動画が銀龍侍、で、考え方、マーケティング等々が、兄弟チャンネルの長玉チャンネルで動画を配信しています。今のところペース守れてるね。指導業も受けてます。毎回来るんだよ。なんか見た後にさ、いくらですかとかお金かかるんですかとかって来るんだけど、三種の神器をうちから買ってくれれば、指導料とかなんか有料級とか取ってません。はい。そういうもんじゃないからね。はい。よし。でね、今日はね、本当にアザミ馬やろうと思ったんだよ。アザミ馬。そろそろみんなね、アザミ馬は止めれないと思ったんだけれども、アザミ馬は、来週7月に変えて、アザミ馬困ってる人いたらね、それはそれでね、指導先さんだったら、斉藤さんアザミ馬がよ。ってね。で、そうじゃない人はね、はじめまして斉藤さんって言って、アザミ馬止め方教えてくださいって言われれば、農薬使わないで止めます。もうこの前ね、起毛封鎖アザミ馬に通用しないなんていう話聞いたんだけど、びっくりしたね。通用しますから、斉藤流ではね。で、今日アザミ馬じゃないんだよ。今日はさ、久々にトマトいきます。トマトのね、非売管理なんだよな。トマトのね、非売管理、流動的トマトの非売管理っていうのがあって、ちょうどね、いいパターンがあったんだよ。数件。でね、どういう風にしてトマトの非売管理が流動化して、なんでこうなったかっていうのは、ちょうどいい例でね、北海道のね、川崎マオ。マオはね、さっき電話してね、マオ、動画配信で名前連発していいっていう、いいっすよって言ってくれたんで、マオありがとう。販売先もね、全量完売だって、マオは。で、お前俺にトマト送ったか？マオ聞いてるか？お前、トマト、作る前から完売したんだからよ。俺にもトマト少し食わせろよ。な？おめでとう。こういう青年が増えてきてるから非常にね、斉藤さんはやりがい感じるのさ。なんか買ってくれるさ、大きい会社さんなんだけど、なんかね、かなりの高評価をしてくれて、もうこれならもう全量。まあどうすんだろうね。全量ってあってさ、直接買いに行ってくれるお客さんもいるしな。まあいいや、それは。でね、マオのことなんだよな。でね、まずね、非売管理が流動するっていうトマトね。これトマト分かりやすいから言うんだよ。で、まあ、イチゴは今土作りの時期だからさ、トマトは今収穫の時期だからさ。で、まずね、マオはね、リン酸が高いところからスタートした。リン率、塩基ね。リン酸が高いから、これはね、昨年の11月に終わってから、俺がいつも言う土壌分析初回目。土壌分析はね、作った後、または作り終わる頃にまず1回目やるの。で、2回目は植える前。1、2ね。植える前。定食前ね。で、1回目でやった土壌分析で、どの程度のこういう軌道修正、これ多分塩基だとかペーハーだとか、この軌道修正が、こんな感じでもこうやってね。で、まず、1回目の土壌分析で、まず数値の乱高下を2回目植える前に、どの程度でね、このわずか高い部分が傾向さ、例えばこれ、マオの場合、リンだった。でも、修正の仕方は、塩基解除の仕方は、俺が教えてあげるから、大したことじゃないんだ。資材使ったらできるから。水に混ぜて流すだけだから。全然問題ないからね。ただ、売り切れるっていうから商品名言えないだけで、問い合わせしてくれたら教えてあげるからね。で、結局、こんだけ高かったさ、マオの場合、リンが高かった。で、これが、作後、トマトが去年マオが11月に終わった時に測った。で、今度は、土作りをするときに、手前に、もう一回測っといてもらうわけ。でね、修正はできたけど、およそリンの率が高いという傾向があるわけ。傾向だよ。これ傾向ね。これは結果さ。
それに対して傾向。だから、リンが高い傾向で俺はやってるんだと。で、3回目。北海道でだったら、今例えば、もうトマトの初段がもう収穫始まってきたって言うから、今6月の28かで、7月、8月ぐらいにね、もう一回やるの。これは冬作の人だったら、これまた別だよ。だから、作後、作前、作中。これ前も動画で言ってたんだけど。で、この傾向のまんま、簡易同情分析キットが Amazon で売ってるから、1万円で10回分ぐらい使える。で、これが、この範囲が、ちゃんとこう範囲内に収まってるか見ながら作るという。だから、修正傾向対策ができてるかっていうことね。今日はね、その話じゃないんだよ。まあ、その話は大事。で、真央はね、輪率が高いとこから延期解除をして、いいか、真央って。今年は、もう 2年目だから、1年目はね、うまくいったんだよ。2年目に、ほら、こういう傾向があって対策してるかってとこで、傾向の分析値から傾向を掴んで修正して、で、栽培始まって、で、その時にはね、やっぱりね、傾向はね、輪率が高いまま、依然高いままでいってるから、だから俺まずね、忌避するなんですよ。忌避なの。男入れるんじゃないよって言ったの。忌避なし。真央に限ってね、忌避なしだった。有機物は入れましたよと。で、好気性微生物の温床も入れてありますよと。で、土作りがしてあって、塩基が解除してあって、で、この率が高いだろっていうところから始まって、じゃあ忌避入れるなという部分でスタート。で、やっぱりね、軸太かったんだよな。木が。軸太いの。トマトはね、細めに仕立ててって、栽培が追いつくに従って、まあ仕方なく、樹勢は維持しながらだよ。太くなっていく。っていうことさ。だからあの時ね、例えばさ、俺がよく使う肥料の種類でね、12対3対4でしょ。次6対8対4があるでしょ。で、これ1対4対18があるってさ。ね。これ窒素リン酸カリウムのこと。N、P、K。ね。で、リンが高かったマオには、丸1、丸2、丸3。丸2しばらくダメだよと、お休みって言って、これで活かしたの。丸1タイプ。12、3、4。で、ここのカリっていうのは鳴ってくるまで、率が高くなくていいものだから、で、まずね、この高いっていう傾向、解除から始まった傾向が分かってたから、この12対3対4で管理をさせたのよ。丸4か。で、何持ってるって言ったかな。まあ、でもごめんね、いつもの大体10対8対30。大体ね。トマト用のまあ、大体こんな比率。なり物大体みんな俺これでいくんだけど。で、丸5。硝酸石灰は、使うなって言った。もう、いらないぞって言ったの。わかりましたって言ったから。素直だな、真央な。いいぞ。硝酸石灰使わない。夜の温度が20度を越してくると、で、今さ、6月の28って言ったら夏至のちょっと後か。だからね、この硝酸石灰使うと、徒長するからね。徒長しやすいの。北海道涼しいっつったってさ、夜の温度が15度以下のとこなんか夏でって言ったら、俺も北海道出身だけど、ほんの一部どっかにあったねってとこ。ほとんどないよ。20度軽く越すから。だから、夜の温度20度領域の時にはこれは使わないよ。日も長いよと。で、輪率が高かったマオは、これからスタートしたの。低いでしょ。で、やっぱりね、リンが効いてるから、残ってる残留したリンがあるから、でね、思いのほかね、ごついんだよ。でね、ちょっとね、花が乱れる。的なのがあった。初速ね。今6月の28。6月28だから、さっきにマオに電話してどうだって聞いたら、もう揃ってますって言うから、なっていうことだったの。で、また、みどりくん。簡易分析キット。いいよね。たまに名前出ても。で、測って、まあ試験紙でさ、色出るから俺にも見せてって言ってメールで送ってもらって、いいじゃないかって
て、ただ、まだ木がね、ちょっとごつかったから、でね、次やったことは、1対4対18を使ったの。ね。まだこれ押さえてるでしょ？1対4対18を使った。で、なんでって言ったら、まず、窒素はね、こっちで取ってるわけ。丸1で。丸2の1、4、18。ほら、リンが、まだ残留したリンが効いてるから、で、塩基濃度がね、下がってくると、で、しかもね、塩基解除をね、定期的にね、月にね、マオにはね、2回入れさせてる。解除剤で2回、墨地の日が2回、ね、入れてもらってるから、どんどんバランスよく効いてきて、N、N、P、K。で、やがてこれの数字が、適正に入ってくると、みんな効いてくるのよ。窒素もリン酸もカリも。で、今、ちょっととんがってた部分から、ちょっと高いねっていう風にしたの。こういう状態だったのを、こういう風にしたんだよ。塩基解除と土作りの時に。ただこの分高いから、丸1でいくんだよ。で、実がなってくるとさ、もう膨らんでくると、このカリがいるんだ。ね、1、4、待てよ。1、4、18。で、この間にさらにさ、10対8対30的なのが入ってるわけ。これは30。で、例えばだよ。軸の太さがこんなんだった。で、今、だいたいこんな感じになってきたわけ。例えね。で、次起きることは何かっていうと、成長点見してみなって言って、成長点の画像をもらうと、ちょうどいい太さになっている。で、次の段で樹勢が弱まるわけだ。樹勢。で、やっぱりこれさ、12、3、4、樹勢。でも、これで消去法で減っただろって言ったのは、リン酸がさ、肩するとさ、エチレンが体内で生成されるから、横太りになる。で、それ見て喜んでる人もいるけど、それがね、行き過ぎてくると、ちょっと生育不良なんだよね。だから、輪率が高くスタートはい。輪率が高くてスタートで、丸1、丸2を使い分けていって、で、簡易分析キットで測った感じ、リンがストライクゾーンに入ってきて、マオの場合はね、カリがね、低かったの。で、じゃあこれ、丸2のこの18使おうよ。ってことにしてあるんだ。こういう風にしてね、自分はね、何が高かった。これが高い人だっているんだからね。これが高い人だっているんだからね。今回、マオと一緒にやった時には、マオはね、これ高からスタートしたの。だからそれが分かってるから、この比率を分けてるんだ。で、軸の太さが正常になって、その次に成長点樹勢が衰えてくるから、はい、またこれ丸1しっかり挟んでくださいねと。で、またそれで栽培やりながら月に2回もね、分析キットで自分の傾向を掴んでくるわけで、今度リンがストライクに入ってくると、ほら、今度684、これを出すの。ね、これ。高かったものが正常値に入ったから、ということは、今度は、丸1と、これ丸4にするか。丸1と丸4の輪番のタイミングと回数が変わってくるっつってるの。受精でしょ？いつも言う受精用、抑制用。で、夜の温度これからも高いから。で、ところで、こっちの率って範囲内に収まってるよねっていうのを、成長点、キス型、軸の太さで、葉っぱの大きさとかでもジャッジする。ましてね、北海道ね、みんなが全国の皆さんが思ってるほど、涼しくないエリアってあるの。北海道にも。平気で30度越すんだからね。夜の温度だって、なんか暑いなと思ったら、本当に24、5、6度あるからね。いつもとは言わないよ。ある時もあるの。だってそれ結構多いんだよな。エゾバイユって言ってさ、エゾって北海道の昔、アイヌ語の言葉でエゾって言うんだったかな。エゾバイユって言ってね、北海道はね、梅雨ないじゃないですかって言ってた時期あったんだけど、がっつりあるから。長いとね、2月弱ぐらい、ずーっと曇り雨。で、その中でね、徒長させないように、窒素型、
リン酸型、カリ型で、自分はどれが多かったんだっけで、ここの振り切ってるとこからなだらかなポイントに持ってって、とんがってた部分を近い方に慣らしながら、こっちの太かったのをこっちに来て、で、成長点の変開部分は、次の成長点で、こっち含ましておいて、でも収穫始まっちゃってるからさ、じゃあ俺こっちやんなきゃダメだよっていう部分で、これを慣らしていく。だから、成長点が俺すごく大事だよっていうのは、消去法で言ったのさ。で、リンが高かったからエチレンだったよね。でも低めにやってたよね。でも非売管理で、初回の頃からだよ。この丸4の684使ってたら、それはうまくいかないよ。木姿のデザインですさあ、なんていうのかな。肩幅とお腹の出方だと思って。俺はね、肩幅はね、この丸4で持ってる。もうさ、こっち丸1行き過ぎると、ちょっとお腹が出た体型みたいな。男の人で行こうね。今日ね。男の人でね。ちょっとお腹周り、ちょっと出てきちゃってるよね。でも、作物はさ、生育の段階で肩幅とかさ、お腹周りとか、やっぱり木のデザインってあるんだよ。で、こっちの684で肩幅型持ってって、でも、こっちの場合はお腹周りが重たいってなるよりも、やっぱ胸板厚くって感じだよね。これ。そう、受精。胸板でいいか。お腹って言っちゃ悪いよな。胸板厚く、肩幅を取って。で、身の方はどんどんなっていくから、男で例えたけど、トマトって見つけるから女性かな。ちょっといいや、その話は置いといて。だから、肩幅、ウエスト、身もどんどんちぎるたんびに出てくる。ということだね。だからこれを作ってやった。だから、真央に言ったんだけどさ、去年と同じことって通用しないだろって言ったの。大手さんのね、あれが本当にありがたいことにさ、大手さんのバイヤーがわざわざ来てくれて、ね、なんかもう、しっかり、売ってきますから、一生懸命出荷してくださいって言ってくれるってことは、去年できたことは今年クリアでしねって、もっとさらなり上行かなきゃいけない。で、来年にすると、もっと、こう上のステージ行くわけ。それは収穫量も、味も、納品の時期も、あるんだよ。でも、やっぱね、これが連続してできるかっていうのを周りは見てる。そういうことだよな。だから、例えばさ、来年ね、これが高いとこからとんがってんのが今回は P だってさ、ね。これが K になる可能性あるんだよ。可能性だって、だから土壌分析かけなっていうのは簡単なことさ。これ N になる場合だってある。土壌分析かけなっていうの。私したことありませんって人いるけど、そんなんダメだよ。俺には通用しないよ。ダメだよ。やんなさいよ。やってください。で、とんがりを鳴らしてって、ほら、非売管理が丸1、丸2、丸3、丸4で、常に流動するから、今度は、マオンとこは、肩幅、胸板。で、今収穫始まってるから、身の部分のバランスが取れてきてるから、今度はね、この軸を太くさせないようにしながら、胸板は落とさない。やり方で、この胸板用の非売が、これにコンビネーションされてくるわけ。丸4と。肩幅胸板。ミニ。こうね、だからね、非売比率が流動するっていうのは、そういうことなんだよな。で、身がどんどん膨らむときにやっぱカリっているしさ。で、その時にいつも言う通り、カルシウムがないとね、化学反応しないんだよな。カルシウムね。大事だよ。俺が言ってんのは、有機酸カルシウムの中でも、きちっとこのトータルバランスの中で化学反応をつつがなくできるっていう有機酸カルシウムのことね。今日はね、
トマトだから分かりやすかったんだよな。この流動する感じの姿のデザインだよね。久々にトマトやったんだけどさ、これね、キュウリもナスビも、イチゴもね、同じなんだよ。同じ。だからトマトの場合はさ、今回マオのケースの場合は、輪高いところでスタートしたから、最初、お前これごつくないこの木って言って、ごついと思うんですよねって言うから、ごついんだよって言って、じゃあどうしましょうかっていうところの話をして、まず土壌分析。まず去年やったこと。ね。だから土壌分析。で、塩基の解除。で、傾向が残ります。あなたは P タイプ、K タイプ、あなたは N タイプっていうので、この01、02、03、04の、使い方が変わってきます。で、軸の太さで見てましたよと。イチゴだったらね、芯葉のバランスで見るんだよ。芯葉のさ、ステムの部分と葉の部分のバランスで見るわけ。でトマトの場合は別に成長点の葉っぱの色のグラデーションね。そういうのを見たりしながら、あともう朝のお辞儀の仕方とかさ、いろいろあるんだ。トマトはわかりやすいよ。軸の太さあるからね。お父さん、こっちがいいと思ってたっていう人もいたから、いや、こっちの方がいいよって言って。このデザイン性だよな。問い合わせフォームが銀龍侍合同会社と申します。ホームページ持ってますんでね。問い合わせフォームからまず名前を言っていただいて、はじめましてから入ってきてですね。はじめましてと久しぶりですって入れてもらえると斉藤さん助かるな。お久しぶりですって言ったら、うちの指導先さんが久々に来たんだとかね。農場の大きさの規模感もあってさ、注文の頻度って違うし、質問の頻度でも変わるもんだから、はじめましてとお久しぶりを使い分けてくんないと、わかんないんだ。いや、うまくいって俺のとこ酒飲みに来てる人は別だよ。忘れないけど。で、今こんな風になってます。で、この前動画配信した肥料の名前を教えてください。使い方を教えてください。とかあればですね。土壌分析と肥料解析は、必須だな。その肥料ね、実はこういう理由で、斉藤流では使わないんだとかさ、冒頭に言ったアザミウマだってそうじゃないか。堂々と、俺が言ったんじゃない。疑問封鎖、聞かないみたいな感じでさ、堂々と書いてあるんだけど、あらと思ってたけど、それは来週やるけどさ、アザミウマなんてさ、いいや、アザミウマのことをやめよう。来週だ。それは来週だ。だから、いろいろね、そういうね、まず、土壌分析、肥料解析、使ってる資材の云々を、ちょっとこっちとお互いやりとりした上でじゃないと、三種の神器使ってね、魔法の薬じゃないからさ、何でもできますかって言ったって、じゃあ、ね、いや、その肥料と合わせたって効果半分も出ないよとか、あるの。だから、やりたかないけど、使ってる肥料を教えてくださいねって言って、この肥料がね、この肥料がねって言って、それでもよけゃ一緒にやりますかって言ったら、それでもいいですって言った人が一緒にやるという仕組みをとってます。コンサルフィーなし、指導料なし、三種の神器をうちから買ってくれればいいだけです。以上、よろしく。